問題 A。何人かのプレイヤーが得点の奪い合いをする。はじめ、全員0点。2人が対戦して、勝った方はプラス1点、負けた方はマイナス1点。というのを繰り返す。1人を除く全員の最終的な得点が入力される。その人の得点を求めて出力しろ。長いストーリーだったけど、奪い合うだけのゼロサムゲームってやつだね。他の人の得点の合計を計算してゼロから引くよ。今回の全員の得点の合計みたいな値を不変量って言うぜ。今回はでって感じだけどね。Python のコードも置いておく。コピペは説明欄から。問題 B。アルファベット小文字からなる文字列がある。A から Z までがそれぞれ何回登場するかに興味がある。次の条件が全て満たされているか判定しろ。ちょうど1回登場する文字は0種類か2種類。ちょうど2回登場する文字は0種類か2種類。ちょうど3回登場する文字は0種類か2種類。これが延々と続くぜ。なんじゃそりゃって感じだけど、言われた通りやるしかないね。まず A から Z までがそれぞれ何個あるか数えて、次に、ややこしいけど出現回数の出現回数を数えて、全部0かになら OK。Python だとカウンターってのを使えばほぼ1行でもできるぜ。問題 C。簡易的な空港コードチェッカーを作ってみる。空港コードは、空港名の大文字表記の3文字の部分列、あるいは2文字の部分列の最後に X をつけたものとする。空港名と空港コードの候補が与えられるから、今のルールが守られているか判定しろ。空港名は最大10万文字で、ここからは時間に注意。とりあえず、全部大文字に揃えるよ。で、コードの最後が X だったら消しちゃう。あとは、名前からコードを取り出せるかだけど、名前を1文字ずつ見ていって、採用できる文字は即採用。で、貪欲法ってやつだな。ちなみに正規表現が使えるならそれもありだぜ。問題 D。こんな感じの、長さが2の類乗の連続する整数の列を考える。さて、連続する整数の列が与えられる。これを、この図の中の数列に分割しろ。ただし、数列の個数は最小にすること。与えられる数値は最大で2の60乗だぜ。上の方から適当に再起するよ。ここから始めると、作りたい数列は左半分と右半分の両方にまたがってるから、それぞれで再起。まず左半分の方を見ると、もう一回分裂して、今できた右半分は目標にすっぽり入ってるから、確定。これを続ければ OK。分岐しすぎで爆発しそうに見えるかもしれないが、角層で2つまでしか使われないぜ。各駅停車急行特急急行確定って感じで使うね。セグメントツリーっていうデータ構造はこれを元にしている。問題 E。丸×ゲームって知ってるか？丸と×を交代で書いて一列揃えたら勝ちってやつだね。両者が最適にプレイすると引き分けになってしまうので、マスに得点をつけてみた。一列揃わなければ、取ったマスの総得点の多い方が勝ち。両者が最適にプレイすると勝つのは先手後手どっち？9マスしかないから、デタラメに打ってもゲームのパターンはそんなになくて、完全に読み切れるね。9の会場は40万しかないから、最適化は一切不要だぜ。実装例は説明欄を見てほしい。問題 F。整数の列と、もう一つの整数 m が与えられる。この列の引く部分列のうち最小公倍数が m であるものを数えろ。場所が違ったら違う扱いなんだね。数列の長さは最大20万、各要素や m は最大10の16乗。最小公倍数ってのは、ざっくり言うと素因数ごとに一番大きい指数を取るんだよね。ちなみに最大公約数はminに対応するぜ。m を60として話すと、2の2乗が入ってるやつを1個は選ばないとダメで、3の1乗と5の1乗も1個ずつはないとダメ。っていう状況をちょっと単純にすると、整数は0と1の列、最小公倍数は和ってとこだね。01列の列から何個か選んで和を全部1にしろって問題で、法助原理を使えって言われてる気がする。オプショナルだが、データ変換ってのもあるぜ。まあ異なる素因数の個数はかなり少ないのでいらないが。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。